こんにちは。今回は、前回に引き続き、エクソの世界観と関係の深い北欧神話から、最終戦争ラグナロク、赤く染まる世界、狼と美女について、ご紹介します。ラグナロクとは、北欧神話における、世界の終末の日のことです。世界各地の神話や宗教に、終末論があるように、北欧神話にも、世界の終末の日が描かれています。北欧神話の世界の終末の特徴は、相打ちと再生です。ラグナロクでは、神 vs 巨人や怪物という構図で戦うのですが、神が勝つわけではなく、相打ちとなってしまいます。そして、生き残った神や人間たちによって、新たな世界が始まっていきます。ラグナロクは、世界の終わりであると同時に、新たな世界の始まりでもあり、エクソの世界観を表す、ビギニングイコールエンド、エンドイコールビギニングに通じる考え方と言えます。17世紀に発見された北欧神話についての写本、ポエッタに書かれている詩である、巫女の予言には、巫女ボルバが神オーディンに語りかけるという形で、世界の創造から終末の到来、世界の再生までを語られています。巫女の予言第41節では、破滅する運命の人間たちの真っ赤な血で、神々の座が赤く染まる、という内容が語られています。その後、太陽が暗くなり、悪い天候が続きます。エクソのミュージックビデオには、月が赤く染まる現象である月食や、赤い煙、赤い世界など、赤色が頻繁に出てきます。エクソの世界観では、デビュー曲であるママのミュージックビデオの冒頭で、赤い力の目が悪を生み出し、とあるように、赤イコール悪と考えられていますが、悪だけでなく、悪いことが起きる前兆と考えることもできるかもしれません。さて、最終戦争ラグナロクの前兆では、夏が訪れず、厳しい冬が3度続き、人々のモラルは崩れ去り、生き物は絶えました。太陽と月が狼の姿をした巨大な怪物、レンリルの子であるスコルとハティに飲み込まれ、星々が天から落ち、大地と山が震え、木々は根こそぎ倒れ、山は崩れ、あらゆる命が巻き込まれて消えました。北欧神話では、日食や月食は、巨大な狼の怪物、レンリルの子であるスコルとハティが、太陽や月を飲み込むことで起こると考えられていたのですね。最終戦争ラグナロクの戦いの終盤、神々の王オーディンは、狼の怪物、レンリルに飲み込まれ、神フレイは、巨人スルトに敗れ、神々の王オーディンの息子トールは、大蛇ヨルムンガンドと相打ちになってしまいます。その他の神たちも相打ちになってしまいました。さらに、巨人スルトの放った炎が世界を焼き尽くし、9つの世界は海の中に沈んでしまいました。そして戦いの後、大地は水中から蘇り、生き残った神たちは、新たな時代の神となりました。また、唯一焼け残ったコットミーミルの森に逃げ込んで難を逃れた2人の人間が、そこで暮らしました。このようにして、世界の終末の後、生き残った者たちは、新たな世界を築いていきました。狼の怪物フェンリルの子、スコルに飲み込まれた太陽には、飲み込まれる前に産んでいた美しい娘がいました。美しい娘は、母を継いでその軌道をめぐり、新しい太陽となりました。
ここで、北欧神話からは少し話がそれますが、世界の終焉といえば、アルマゲドンが思い浮かびます。アルマゲドンとは、世界の終末的な善と悪の戦争や、世界の破滅そのもののことです。さて、アルマゲドンと聞くと、映画アルマゲドンが思い浮かびます。映画アルマゲドンのあらすじは、隕石が地球にぶつかるのを阻止すべく、隕石の軌道を変えるために宇宙に行くという話です。つまり、映画の中では、隕石が地球にぶつかって地球が終わる、イコールアルマゲドンで、それを阻止するというストーリーです。エクソのミュージックビデオや VCR には、よく隕石が出てきます。隕石が地球にぶつかったり、逆再生されたりといった具合です。それらの描写は、世界の終末や、エクソと XX の戦いなどを表しているのかもしれません。最後に、北欧神話における二元性について、ウィキペディアの記述を紹介したいと思います。北欧神話の宇宙観は、強い二元的要素を含んでいる。北欧神話は、善悪としての二元性をやや欠いている。北欧神話の中で存在する二元性とは、厳密に言えば、神 vs 悪ではなく、秩序 vs 混沌なのである。神々は自然、世の中の道理や構造を表す一方で、巨人たちは混沌や無秩序を象徴している。エクソの世界観も二元的要素を大いに含んでいます。言うまでもなく、エクソ K とエクソ M で対になっていることや、エクソと XX、グループカラーも白と黒、戦争などです。しかし、エクソの世界観で悪として描かれる赤い力や、XX も、絶対的な悪ではなく、エクソ K とエクソ M のように、元は同じ存在の一側面、あるいは混沌や無秩序という捉え方ができるのかもしれません。いかがでしたでしょうか？今回の動画では、北欧神話における最終戦争ラグナロクと、エクソの世界観との共通性、エクソのミュージックビデオや VCR にたびたび出てくるモチーフなどについてもご紹介しました。次回は旧約聖書における生命の木と、エクソが閉じ込められているキューブについて考えてみたいと思います。それでは次回をお楽しみに。